はい、人間の皆さん、こんにちは。IT 系文字バーチャル YouTuber のくれないです。今日紹介するのは、安全でないディシリアライゼーションをしてしまった時の影響とその防ぎ方。まずは、安全でないディシリアライゼーションのコードの例を見てみよう。これがそれ、IndexPHP ってやつだな。このアンシリアライズって何かっていうと、そのいわゆる安全でないディシリアライゼーションになってる。これに対して、ここにユーザーからの入力が入っていると、最悪の場合、任意コード実行等につながってしまう可能性がある。で、ここの上のリクワイアって何かっていうと、ここでモノログっていうものをインストールしてるんだけど、それをここでインポートして使えるようにしてるのがこのリクワイア。で、このアンシリアライズっていうのは何かっていうと、ここでオブジェクトをこういう風に本来は使えるようにして、で、ここでコールとかするようにすると、こう使えるようになるんだけど、今回はオブジェクトとかを一切代入せずに、しかも使いもせずに、ただここでオブジェクトを生成してすぐに捨ててるだけ。で、これを動かしてるページがここで、データにここの入力が入るようになってる。だからここになんか ls とか入れると、ここに ls が入る。当然 ls とかしても、PHP のオブジェクトじゃないから一切消えてないな。で、ここに対して魔法の呪文を入れてみよう。ちょっと待ってな。こうして、よし、OK。で、ここで、crenaif.html っていうのを表示してて、ここ見てほしいんだけど、今読まれるようになったファウンドになってるよな。で、ここで魔法の呪文を挿入して、さあ、これで任意コード実行ができた。さあ、ここのページを見てみよう。結果が変わったな。これで、エトセパスワードの結果を表示している。ここにもいろんなことができて、そうだな。まあ、ls コマンドとかの結果を見てみようか。よいしょ。まあ、雑に ls コマンドとかの結果を見ることができて、こんな感じ。よいしょ。よいしょ。Docker ファイル、composer.json、composer.log、hello.html、index.php、crenaif.html。これがこれだな。で、ベンダーっていうのが表示されてる。こんな感じで、アンシリアライズっていうコードが一つあるだけで、それに外部から入力が入ってるだけで、オブジェクトとかが一切使っていないにもかかわらず、任意のコードが実行できてしまう状態になっている。なんでこんな状態になっているのかっていうことを今日は紹介していこう。さあ、それでは今日のトピックを整理していこう。まずは、リモートコードエグゼキューションって何っていうところから始める。その後に、シリアライズとシリアライズって何っていう話をして、で、PHP におけるシリアライズとデシリアライズどういう風になってるのっていう話をした後に、最後にデシリアライズをするだけのコードで任意コード実行するさっきの例だな、をしていくっていう風な話になっていく。そして、これらの話の後にどういう風に防いでいきますかっていう話を最後に行う。それではまず、リモートコードエグゼキューションって何っていうところから説明していこう。リモートコードエグゼキューションっていうのは、まず、リモートの攻撃者がいる。リモートの攻撃者っていうのは、サーバーの方をローカルとして、そこに対してネットとかで分断されてて、直接例えば SSH とか接続できないようなものをリモートっていうことが多い印象があるな。で、そのリモートの攻撃者っていうのが、サーバーの意図しないようなコードをエグゼキューションしてしまう。コードを実行してしまうっていうのが、リモートコードエグゼキューション。例えば、リモートの人が個人情報を漏洩させる .php みたいなものをサーバーに送って、で、それが意図せずサーバーは個人情報を漏洩させろっていうのを実行してしまって、で、攻撃者に個人情報を返してしまうみたいなケースがリモートコードエグゼキューションの一例。じゃあまず、それを簡単なケースから確認してみよう。webshell.php っていうコードを書いてみた。これは1行の簡単なサーバーのコードで、eval っていう関数に cmd っていうクエリパラメータの内容を食わしてやるっていう風な内容になっている。で、eval っていうのは何かっていうと、文字列で渡されてきた PHP のコードを実行するよっていうコードだから、実質自分で任意コード実行を埋め込んでるようなコードになってるな。だからみんなはこれ真似しないでね。これ絶対真似しちゃダメ。で、実際に動かしてみてるコードがこれ。で、例えば ls とかしてみるとこんな感じで間違えたな。よいしょ。php info カッコとかやるとこんな感じで PHP の情報を表示してくれる。よいしょ。で、あとは、これ実はセミコロンとかがないとコンパイルエラーになるから、PHP のコードが動いてるんだなっていうことがここでわかると思う。で、
システム関数っていうのがあって、システム関数っていうのはこれ OS のコマンドを実行するコマンドだから、ここで cat エトセパスワードっていうのをすると、こんな感じでエトセパスワードの結果が表示される。最初にやった攻撃の難しいバージョンがこれになるな。よいしょ。で、さっき起こったことを改めて整理すると、このシステムキャットエトセパスワードっていうのがここに入って、それを eval っていう PHP のコードが実行する関数が食って、それを100を表示してしまってるよっていうのが今起きてること。まあこんなコードはさっき言ったようにほとんど書く人はいないと思う。そこからさっきみたいに unserialize っていう関数を読んだだけで、さっきと同じようなことが起きてしまうっていうところに持っていくっていうところが今日のトピックになっている。それでは次にシリアライズとデシリアライズの話をしていこう。それではシリアライズについて説明していこう。シリアライズっていうのは MDN によると、オブジェクトまたはデータ構造がネットワークまたはストレージ上の転送に適したフォーマットに変換されるプロセスという風に書いている。つまり、何かしらのオブジェクトがメモリ上とかに存在してて、それをストレージに保存するのに適したものだったりとか、あとはネットワークに載せて相手に送るのに適したものだったりとかに変換することをシリアライズっていうらしい。で、その逆のことをすることをデシリアライズっていう。で、具体例を一つ挙げると、パーソンっていうクラスがあって、それは名前がクレナイフって HP と MP があったとする。まあ僕は人じゃないけどな。で、それを例えば JSON っていう形式に変換したりとか、Pickle SER っていう形式に変換して、ストレージに保存したりとか、相手に送信したりとかをする。で、それをするためにいろんなクラスとか関数が定義されていて、例えば PHP の場合だと Serialize っていう関数があるし、Python だと Pickle Module っていう風ないろんな関数群があるし、あとは JavaScript の場合は JSON Stringify っていう風に JSON にするものもある。それでは PHP の例を見ていこう。これが今からシリアライズする関数。クレナイフっていうクラスの名前で、ファンクネームメンバーっていうメンバー変数名で、コンストラクトセットゲットコールデストラクトっていう風な関数が定義されている。で、ファンクネームにフが、メンバーに123っていう風な数値を入れて、で、シリアライズしてみよう。するとその結果がこういう風になってる。クレナイフっていう風なクラス名を表してて、クレナイフファンクネームっていうのはファンクネームのメンバー変数名を表している。で、クレナイフメンバーっていうのが、これもプライベートのメンバー変数名を表している。で、フがっていうのは文字列で、ここにフがあることがわかるかな。で、その後に123っていう風な整数で、ここ123があることがわかるかな。で、S っていうのは文字列を表してて、で、ここにフがっていうのが入っている。で、4っていうのが文字数になってて、フがの4文字を表している。で、ここでもしかしたら、クレナイフファンクネームは18文字じゃなくて16文字じゃないかって思う人がいるかもしれないんだが、実はこれクレナイフファンクネームの中に2文字ターミナル上で表示していない制御文字があるから、実質18文字になっている。それでは PHP の実際のコードを動かして確認してみよう。よいしょ。コードはこんな感じ。さっきと違って今回はじゃあハローとワールドをシリアライズしてみよう。ファンクネームにハロー、メンバーにワールドを入れてみる。そして、今回はデストラクターに関数がないパターンに試してみよう。こんな感じ。クレナイフっていう関数名で、クレナイフファンクネーム、クレナイフメンバーっていう風な同じ形式になっていることがわかるかな。それでは次はデシリアライズについて説明していこう。デシリアライズは PHP の場合、unserialize っていう風なメソッドを使えばできる。こういう風にすることで、また最初のオブジェクトに戻ってくるんだよな。var_dump っていう風な関数を使うと、オブジェクトの情報を出力することができる。ハローとワールドが入っていることがわかるかな。じゃあちょっと実験をしてみよう。これをベース64エンコードで一回保存してみる。よいしょ。エコーのエンク。カッコの数が間違ってるな。これでバイナリ情報を出力することができた。制御文字が含まれるから、普通の UTF-8 でエンコードできない可能性があるから気をつけてな。で、これをベース 64URSF でコードしてみる。こんな感じ。で、これは消す。それから忘れない。で、このデコードされたものをアンシリアライズすると、さっきの同じ情報が出てくるはず。ダンプ。こんな感じ。過去
この風がすごい。よし。こんな感じで出力することができる。当然これにはメソッドが入っているので、これにゲットみたいなことをして、で、ワールドを出力することもできる。さあ、これはこのクラスをシリアライズ化したものだったが、じゃあここでこのクラスを書き換えてみよう。ゲットをじゃあゲット2って名前にしてみると、どうなるかっていうと、うまくいかない。これゲット2に変えてみると、うまくいく。というところで、実はここで保存している情報っていうのは、このクラスの情報なんじゃなくて、クラスとこの変数名の情報と、それに何が入ってますかっていう風なものだけであって、これの型そのものを保存してるわけじゃないよっていうことは一つ気をつけておいてほしい。これが分かったかな？じゃあ次はいよいよ実践の話をしていこう。さあ、それでは、さっき説明したシリアライズっていうものとデシリアライズっていうものを使って、どうやって任意コード実行につなげていくのかという話をしていこう。まずはこのクレナイフっていうクラスがあることを前提に説明しよう。クレナイフっていうクラスは、ファンクネームっていうのとメンバーっていうのを2つ受けてる。で、それをコールっていうものを実行するという風な構造になっている。で、どういう風に使うかっていうと、クレナイフっていうクラスにこんな感じで、1つ目にファンクションのこんな感じで、関数を渡して、無名関数を渡してやって、で、2つ目にそれに渡したい引数を渡してやる。で、その後にこんな感じでコールってやると、ls の結果がこんな感じで出力される。で、じゃあまずはこのコールっていうのなしでこの ls の結果を出力する方法から説明していこう。これは実は関数にデストラクトがあると成立する。デストラクトがあると成立する。こんな感じでデストラクトの中でコールっていう風なものが呼ばれてて、で、これを消してやるとコールっていうものがないにもかかわらずオブジェクトが破棄されるタイミングでコールが呼び出されて任意コード実行につながる。じゃあこれをさっきの要領でシリアライズしてやってデシリアライズして渡してやって、もしソースコード中にこのクレナイフっていうものが存在していれば任意コード実行につながるであろうというふうな予想がつくだろう。ここでシリアライズをしてみよう。残念ながらこれはうまくいかない。なんでうまくいかないのかっていうと、このようなクロージャーって呼ばれるものだな、はシリアライズすることができないんだよな。じゃあこれをバイパスする方法があるので、それを説明していこう。それではさっきの問題を解決していこう。解決方法としてはとっても簡単で、ここをこう書き換えるだけ。簡単だね。じゃあ一回実行してみよう。ほら、動いた。ってことは、ここに何が動いてるかっていうと、システムっていうのの中で ls っていう風に実行してるよっていう風なものになってるんだけど、本当にこれが動いてるのって疑問に思う人がいるかもしれない。じゃあ一回実行してみよう。これを消して、これを実行してみる。動くね。これをこうしても当然動く。こんな感じで PHP は一部の関数を文字列のままで実行できる可変関数っていう仕組みがあるから、このようにすると動く。で、さっきと違って、さっきはここはクロージャーになっていたけど、今回は文字列になっているから、このオブジェクトはなんとシリアライズ化することができる。このように。一番上にシリアライズ化されたオブジェクトが書いてるよな。で、あとはこれがあるシステムに対してこれをデシリアライズすれば、コールとかされてなくても、ここのデストラクトで発火してくれるから、うまいこと動いてくれるはず。じゃあそれを試していこう。さあ、それでは実際にデシリアライズをして任意コード実行をしてみよう。サーバーサイドのソースコードはこんな感じ。クレナイフっていうオブジェクトがあって、あとは受け取ったオブジェっていうものをベース64でコードして、で、それをアンシリアライズするだけのコードになっている。コールはここの中で当然やってないから、まあ実際には呼ばれてないように見えるんだけど、デシリアライズの中でこんな感じでコールを呼んでるから、さっきと同じ要領で呼ばれてしまうな。でまずはオブジェクトを作っていこう。シリアライズのオブジェクトは、
そうだな、今回は、じゃあ試しに ls コマンド実行してみることにしよう。で、ベース64のエンコードをする。よいしょ。で、Docker ファイルだからこっからだな。これを実際に貼り付けて、ここで、デシャライズの引数に渡してやる。すると、ls のキックがここへ出てくる。じゃあ他にももうちょっとだけ遊んでみよう。ls じゃなくて、エコーそうだな、ハックドとかにして、で、まあ、クレナイフ 2.html とかにしとこうか。クレナイフ 2.html あるかな？よいしょ。クレナイフ 2.html はいいものな。で、これをハックドっていうのを作って、で、ここでこうすると。で、さっきのこれを、オブジェクトを変えてやると、よいしょ。OK。これでさっきはなかったはずのクレナイフ 2.html が出てくる。さっき入れた文言だな。これで Visualization.php のこのクラスがあって、で、こんな感じでアンシリアライズのコードがある場合にコード実行につなげることができた。とはいえ、最初の例と一つ違うことがあるな。このクレナイフっていうオブジェクトがあるということ。まあ、こんなにコード実行につながるようなクラスを自分で作る人はそうそういないと思う。じゃあ次はここをどうやってなくしていくかという話をしていこう。さあ、それではさっきの攻撃シナリオからわかるように、クレナイフクラスがないと攻撃は成功しない。では、クレナイフクラスの代わりをどこかで探してくる必要があるんだけど、それを有名ライブラリに担ってもらうことにしよう。今日紹介するのはこのモノログという有名なライブラリ。これ 19.4K のスターがされていて、PHP のログをするためのライブラリになっている。とても長い歴史がある中で、今日紹介するのはこの2020年12月14日に発行されている 2.2.0 というバージョンで攻撃を行ってみよう。実際にあるソースコードというものがここになってて、さっきの構文覚えてるかな？ここが変数で、ここが変数。さっきと似たような形になってるな。で、プロセッサーと、あとレコード。この2つが2の値に設定可能な場合、2コード実行につながる可能性がある。そして、このプロセッサーのっていうのは、このディスから取ってきてるあたり、クラスのメンバー変数である可能性が高い。そしてこのレコードっていうのは少しネタバレをしてしまうと、ここのバッファーっていうものになっている。このバッファーっていうのはメンバー変数なので、メンバー変数と、あとはここのメンバー変数だな。ここのメンバー変数で、実はメンバー変数をメンバー変数で呼ぶという風な形になってて、さっきと全く同じ形になっている。だから、このバージョン、このライブラリのバージョン 2.2.0 を使っている場合、さっきのデシャライズを外部から受け付けていると、任意コード実行につながる可能性がある。とても怖いよな。もう少し詳細に追ってみよう。まあ、とはいえ、この大きな、このクラスに対して変数名を設定したりとかするのはめんどくさいと思う。だから今回はちょっとしたツールを使って楽をしようと思う。さあ、楽をするためのツールっていうのがこの PHP-GGC というものになっている。これは有名ライブラリでアンシエライズをしてしまった時に任意コード実行につながってしまうような、攻撃のコードがたくさん載っているものになっているな。ケーク PHP とか、あとはララベルとかモノログとかいろいろある。で、ここのガジェットチェーンズっていうところにいろんな例が載ってあって、で、ここのモノログの RC の位置とかするとさっきの例が出てくる。これ。バッファーハンドラーの、さっきの話覚えてるかな？プロセッサーズに関数名、バッファーに、中の渡したい値を入れてやるとうまいこと動くようになっている。では実際に実行してみよう。使い方はこんな感じで PHP-GGC のモノログ RC1 のシステム。これはメソッド名。で、引数に crenaif.html にデートを、
投げてくださいねという風な仕組みになっている。で、これで -s という風にやっていると、こんな感じで URL に渡せるような引数、URL に渡せるような文字列がここで出力される。で、これを実行すると、最初の示した、結果が出てくるようになるわけだな。念のため、もう一度今やってみようか。さあ、それではさっきの文字列をアンシライズしてみよう。今回は composer.json っていうもので、モノログの 2.2.0 をインストールした後に、この vendor.autoload.php っていうもので、さっきのモノログをインポートしている。で、その後にアンシライズをすることによって、さっきの任意コード実行ができるようになっている。これでさっきの clearknife.html に対してデータコマンドを発行するような仕組みになったので、こんな感じ。日付が更新されたことがわかるかな。これ実行すると何回も更新される。ということはリアルタイムで実行されているということがわかるかな。システム関数で任意の引数が渡せるってことは任意の OS コマンドが実行できるということで、PHP の場合ファイルを設置するだけで多くの場合任意コード実行につながるので、エコーコマンドかなんかでPHP のコードを書いてしまうと、任意の PHP のコードが作れてしまって、そしたらサーバーが実行して、で、すると任意のサーバーのコードが実行できてしまうということになってしまうんだよな。恐ろしい。さあ、それでは最後、なんでデシュライズがいけないのかという話の復習をしていこう。それでは今日のまとめをしていこう。今日はユーザーからの入力を危険なデシュライズをしてしまった場合、どのようなことが起きてしまうのかというものを紹介した。危険なデシュライズとは何かということを今日の話をまとめて考えてみると、僕の解釈になるんだけれども、これは任意のクラスのインスタンスを作れることだと僕は思っている。だから対策方法としては基本的にはユーザーからの入力を安全なクラスにだけ代入できるようにしてやって、そしてそのインスタンスしか作れないようにする。これで基本的には解決すると思っている。具体的にはどうすればいいかというと、例えば PHP の場合 JSON っていう形式があって、それをデコードする JSON デコードとか JSON エンコードというものがある。これであれば任意のクラスになることがないので安全に実装することができる。PHP の公式ドキュメントにもそう書いてる。基本的にはユーザーからの入力っていうのはどういう形式のものかっていうのは決まっているはずなので、それを構造体にして、でその構造体の一つ一つの変数に、きっちり入れてあげれば基本的には大丈夫だと思っている。みんなもこんな感じで危険なデシュライズをしてしまうと、任意コード実行につながってしまう場合があるので、実装する際は気をつけて実装してほしい。今日は PHP の場合を紹介したけど、噂によるとなんか Java とかでも成立するらしい。ちょっと僕の手元では試していないので確かなことは言えないけど、危険なデシュライズには言語問わず気をつけてね。じゃあ今日のところはこれで終わることにしよう。面白いなと思ったチャンネル登録と高評価もよろしく。それではまた会える日を楽しみにしているぞ。バイバーイ。